戸建てを見に来ました。いや、結構古いんだけど綺麗にしているお家です。古いのはねしょうがないよね。はい、玄関も引き戸で広々です。シューズボックスもかなり大きいものがあります。なんかね、戸建てのいいところは窓が多いところイコール、寒いっていうのもあるんだけど、いいよね、窓があって外気を取り入れられるというのは。そしてここが玄関ホールです。まずどうしよう。じゃあ台所行こう。台所もね、いい感じな台所なんだよね。2メーター55センチの幅のこの調理台は余裕だよね。でしかも私が好きなのはこの出窓。特にこの調理台の向こう側にさ、出窓があるじゃん。それでしかもこれね、東側なの。私ね、朝日が当たる台所ってすごい憧れるんだよね。冬に、お湯を沸かして朝ね、寒い時にとさ、湯気がボーって立つじゃん。それがこう光に照らされて、朝日にすごいね、それ好きなの。すいません。はい。でグリル付きの3口コンロがあって、シンクも大きい。そして収納もたくさんあります。ディッシュウォッシャーとかね、つけようと思えばつけられそうだよね。そしてさらにこの上にも棚が1個あって、換気扇はね旧式なやつだけど問題ないかな。なんか手入れがしやすいかも、逆に。そしてお風呂の給湯システムがここにあります。そしてさらに床下収納もあります。こっちはね食器棚とかね置けるし、冷蔵庫もここ。自分で DIY したい人はね、好きなようにやったらいいね。そしてここが庭。ここはね、車庫じゃなくてね、ほんと専用庭なんだよね。いいよね。ここね、東でこっち南で西っていう感じだから、日当たり抜群。むしろ良すぎるかもしれない。そこに道路からの出入り口もあるし、いいね。あれ、室外機がある、そこに。でもエアコンがついてない。どこの室外機なんだこれは。上かな。いいや。じゃあ次の部屋。ここはね、水回り。ほら、今日は通電してないんでね、電気はつかないんだけど、今日は戸建てなんで、お風呂はまたこういう旧式な感じで、下を向くとバスタブがあるという感じ。ここになんか腰掛けたくなるよね。そして追い焚きができるね、給湯システムがあり、そしてこのシャワー。ちょっとこの高低差がありすぎるっていう感じはするけど、でもこのタイルがいいよね。タイルってさ、レトロ感もあるし、ちゃんとした感もあるし、可愛いよね。はい、こんな黒とエンジとベージュのタイル。いいね。だからちゃんと使ってた感あるよね、このお部屋。そしてここは洗濯機置き場で窓があります。いいね、いいね。動線的にはとても動きやすいと思う。そしてトントン、トイレです。トイレね、もうちゃんと暮らしてたっていう感じだよね。ちゃんとって。はい、次。ここ和室です。結構ここ使ってたのかなって思う。逆に使ってなかったのかな。割となんていうのかな、すごく傷んでるっていうか、傷んでるっていうことは使ってなかったのかな。あんまり使ってたのかなどっちかわかんない。でエアコンついてます。こっちもね、南側で、そこちょっと窓開かなかったんで、今暗いんだけど、西側だからね、一日中だいたい明るい感じ。今ちょっとここ閉まってるけど、そして濡れ縁のような感じになってて、いいね、いいね。春とかさ、秋とかさ、ちょうどいい季節にここでボケっとするのはいいかも。ただしお隣さんの室外機から風が来る。いいよね。ちょっと障子はビリビリだけど
まあ好きなものに張り替えてね、ここの引き戸も取り替えたりしたらなんか雰囲気変わっていいんじゃないかなって思います。そしてここはやっぱりね砂壁なんだよね、和室だから。砂壁にさ、なんていうの、下地剤を塗れば上からなんか塗れるみたいだからね。あ、こんなところに収納がある。開かない、やめよう。なんか畳がここ邪魔して、まあいいや。はい、ここは1階です。1階は1部屋と水回りと台所でした。はい、じゃあここね、次階段登って、階段もさ、ここの壁をなんかぶち抜いてこう見えるようにするとまた雰囲気変わる。ダメなのかな、躯体をいじることになるんだろうか。はい、1つ目のお部屋2階です。ここは和室、和室の上は和室ですここにエアコン、これなんかちっちゃいね、ついてる。まあいいね、ここね小窓があるから朝も日が当たるし。で、南側はさ、この見て、ウッドデッキになってるよ。素敵。これ綺麗に室外機がある。このウッドデッキをさ張り替えたらすごく素敵な感じになるんじゃないかなって思うね。色をさちゃんとウッドデッキって感じの色にして、はい、こっちも西側だから開けたらね一日中明るいね。特に夕方西日が差しますそして2階の2部屋目が洋室。なんかちょっと天井ちょっと汚れてるけど、ここはあれだね、屋根裏部屋のような感じがするよね。なんかこれ湿気てんのかな、なんだろう。で、壁紙を剥がして、なんか貼ってあった、剥がしたのかな、退去するときに。ここはねエアコンついてない。で、小さめのクローゼットがついてます。こうカーペットだね、カーペット。はい、まあここも出窓でいいね。出窓っていいな。つい私の場合物を置いてしまいそうだけど、この階段のさ踊り場のこれかわいいね。ここをさステンドグラスとかさ、なんかかわいい電気に変えたり、ちょっとお花みたいなスズランみたいな電気にしたりとか、ちょっと工夫するととっても雰囲気変わると思う。で、窓もあっていいな。はい、3つ目のお部屋。ここのお部屋がね一番綺麗。ここで過ごしてたのかな。これ光回線もつけられるようになってて、ここにね大容量のエアコンがついてるんだよね。ここで暮らしてたのかなあんまり上下行くのめんどくさいよね。で、出窓。すごいね、この家は出窓が多いね。ほら綺麗。そしてクローゼット。いいね、なんか手の加えようがあるね。これはなんかポールでカーテンなのかな。ポールのカーテンにしてもいいしさ、なんかちょっと木目のさブラインドにしても可愛いよね、白の。ね、ここさアンテナも来てるし、テレビの。もしかするとここで過ごしていたのかなと勝手に想像する。これ1階に戻ってきたんだけど、こうなんていうんだっけ、床の間じゃなくて床の間っていうんだっけ。ここもさ、私たちは昔から小さい頃からこういう床の間がある家を見てるからあんまりピンとこないんだけど、なんか外国人がさこういうの見るとまた違う発想してね飾るから、なかなかそれもいいよね。こんな感じ。はい、今日の物件はいかがだったでしょうか。この物件は今売却に出ています。なかなかいいと思うんだけどな。ここはね、ある最寄り駅からバスでね10分とか、あと
最寄り駅から歩いて他の線で15分とかそういう感じだから、車持ってるとね特にいいと思う。もう周りもすごいね自然がいっぱいで広々してる場所なんで、子育てとかしてる方とか、あとは逆に定年を迎えたりとか、なんだろう、毎日会社に通うのはちょっと大変かもしれないけど、家でずっと過ごせる人はすごくいいと思う。しかも DIY 好きな人にとってはなかなかいいよね。なんかこう表面のだけの DIY だけでもものすごく綺麗になると思うし、自分でできる範囲の、素人ができる範囲の DIY でかなり変わると思うんだよね。めっちゃいい、ここ特に私はこの台所を気に入りました。まあ私一人で住むにはね広すぎるけど、まあ庭もいいよね。家庭菜園もできるよ絶対にここ。はい、ということでした。じゃあね、また物件紹介したいと思います。なんかね、最近ずっとこの3ヶ月ちょっとやってきて、マンションとかワンルームとか扱うのがなんかね退屈になってきちゃったのよ。みんな特徴のないね、まあ、特徴がある面白い部屋だったらいいんだけど、普通の万人受けする部屋ばっかりで、なんかね、これを進めて何の意味があるんだろうってね思い始めちゃったの。それでいろいろ見てるうちになんかね、戸建てが楽しすぎて、売買も賃貸も今ね戸建てメインになりつつあるんだよね。戸建てって面白いなって。なんか戸建てを進める人がよくいたんだけど、その良さがあんまりよく分かんなかったのね、やるまでは。でもやってみたらね、もうほんとそれぞれさ特徴があって、いいところも悪いところも惜しいところもいろいろあって、楽しい。こんな木陰を歩いて駅まで行けるのはいいね。まあ季節にもよるけど、ちょっとこの水の縁を歩くのは涼しげで、暑い時はいいね。車も通らないし、まあ立川だったら多分熊も出ないよね。出たりして怖いな。いや今回さ、なんか物件が今ちょうど時期的にあんまりなかったりして、なんかね、私全然掲載できてなかったんだよね。できてないんだよね。私1件しか今載せてなくて、でさ、なんかもう私ダメかもしれないって、まあダメかもしれないんだけど、なんかね落ち込んでたのちょっと。どうしよう、このままじゃいけないってもうそういう感情的にさ進めるものじゃないじゃん、仕事ってさ、会社って。それでね、いろいろこう見てるうちにすごくね、自分が行きたい方向と同じようなことをやっている会社に出会ったんだよね。それがまず今回の物件と、あと今日もう一軒見に行くんだけど、そこもそうすごくねちゃんとしてるっていうか、なんだろう、当たり前なんだけどちゃんとさ、住む人のことを考えてるとか、大家さんのことをちゃんと考えてるとか、なんかねすごいで、いろいろ情報を私にも教えてくれるし、なんかどっかのさインチキ臭い不動産会社と違ってすごくね親切でいろいろ教えてくれるの。なんかもうほんと、もうなんか不動産業界ってこういう、なんだろう、情報出さないとかさ、こう情報を囲い込んじゃうような業者ばっかかなって、もうね結構ね絶望してたの。でもそうでもなくて、そういう会社の物件はね一生懸命取り扱わせてもらおうと思って。うわすごい、何これ、桑の実、何見て、違う、ぶどうみたいなやつめっちゃ送ってる。ドクダミすごい。いやなんか気持ちはいいんだけどさ、なんかヘビとか出そうで怖い。あとやっぱりね、毎日電車通勤とかね、毎日電車を使う人にとってはね不便な場所、
でもほら、家にずっといられる人とか車持ってる人だったらね、いいと思うよ。いいな、あんな感じの家が欲しいな、私も。そしたらさ、自分のできる範囲で DIY できるじゃんあれ以上ちょっとボロボロだとできないから。はい、ということでした。じゃあ私は次の内見に向かいます。またね、バイバイ。